パクリ企画です。いや、あかんやろ。何が一番ダメって完全に開き直っちゃってますからね。YouTube を徘徊してましてね、他所さんでやっているのを見かけて、これやりたいなとちょっと思っちゃったわけです。で、まあ嫌味にならない時計、私なりに選んでみようと思うわけですけど、変な話、安価な時計選んどけばいいじゃんみたいになるんで、なるべく満足度の高い時計、要はお高い時計でこの辺までだったらいけるだろうというギリギリのラインを探っていきたいという試みでございます。そしてですね、早速なんですが、嫌味にならないっていうとなんか抽象的で、持っている人の人柄とかそういう話にもなってきて収集がつかなくなるので、もう少し具体的に条件を考えていきたいと思います。嫌味にならないってなるとあれですね。まず時計に詳しくない人には高い時計だってバレない時計。それに時計を見られても相手が気にも留めないようなそんな時計。地味な感じのものってことですかね。それでかつ仮に時計に詳しい人にバレても、あ、いい時計ですね。その辺行くんですね。みたいな惹かれない時計が理想ですね。この三段構え完璧じゃないですか。自分で言うなや。じゃあこの隠密時計の条件をもっと具体的に考えていきますと、私が思いついたのはこのあたりですね。まずは認知度が低いブランドで、かつ5大ブランドを避けていきたいと思います。いろいろ調べたらですね、スイス時計協会っていうところが消費者意識調査っていうのを公開しているのを見つけましてね、これにですね、少し古いんですが、スイスの時計ブランドの認知度とか欲しい時計ブランドとかの調査結果が載ってたんですね。このデータを参考にブランドを選定していこうと思います。あとはギリギリの高級ブランドを攻めていくんですが、とりあえず5大ブランドを避けつつ、なるべく高価なものっていうことで、腕時計のある人生さんがポジションマップっていうのを作っているので、それをチラ見しながら選んでみます。で、あとは素材としては金とかだと目立つし高級感バリバリなので、ステンレスとかあとはチタンかなと。しかもロイヤルオークみたいなギラギラ感がないやつがいいですね。それで機能的にはシンプルなもので、いろいろ機能がついてたりとかすると目ざとい人に食いつかれちゃうじゃないですか。そうするとってなっちゃってそれを避けたいのでシンプルなものを選んでいきます。できれば小さいやつの方がいいですよね。いざという時にジャケットの下にささっと隠せるのでまあこれはできればという程度で選んでいきましょう。それで最後にド定番いきたいですね。満足度高いしバレた時にも言い訳しやすいのでどうですか？結局シンプルな定番おすすめ時計みたいな選択になってしまいそうですよね。こりゃタイトル変えて使い回せるなせっかくなんでドレスウォッチとスポーツウォッチ両方選べたらと思いますので、そんな感じでやっていきます。では一つ目のブランドですけど、ジラールペルゴなんてどうでしょう？ジラールペルゴの定番といったら今だとロレアートじゃないですかね。ロレアートに軽く触れておきますと、現行のロレアートは1975年に誕生したモデルがルーツになっておりまして、当時はクォーツ時計だったんですね。1975年というと、さっきちょこっと触れたロイヤルオークとかの元祖ラグスポが誕生した時期なので、昔からの人気モデルだったわけではないんですね。長らく不遇の時代を過ごしたんですが、ここ数年のラグスポブームに乗ってヒットしているという感じですね。はい。で、これどうだろう。ギリギリアウトじゃないですか。サイズ的にも存在感ありますし、若干ギラギラ感もありますし、キープで。いきなりキープかい。この動画ではこのくらいの価格帯の時計をお送りします。はい。じゃあ次のブランド行ってみますと、ユリスナルダ。ここの定番はやっぱりフリークですかね。この時計は表側に見えるムーブメント自体が回転して時間を表示するという面白い機構になっています。いやこれ絶対あかんやんかっこいいんですけどね、絶対突っ込まれますよねしかし話はそれますが、私の知っていたフリークは手も足も出ないくらいの価格帯の時計だったんですが、あれなんですね、フリーク X は無理すれば買えるくらいの価格になっているんですよね。機構が面白いですし、私結構好きですね。欲しいですね。じゃあ話を元に戻しまして、マリーントルピエールはどうでしょうか。
マリンシリーズはユリス・ナルダンが得意だったマリンクロノメーターをモチーフにして誕生したモデルです。この時計をつけて船に乗って風を浴びるとかめちゃくちゃかっこいいですよね。で、これは結構いいんじゃないでしょうか。ただ存在感があるので多少危険ではあると思いますね。マリントルピュールはデザイン的に本当のギリギリのラインな気がします。ちょっとごちゃごちゃしてますし、ベゼルが細いのでサイズ以上に大きく見えるので、これはギリギリセーフということでいいんじゃないでしょうか。じゃあ次のブランドですが、グラスヒュッテオリジナル行ってみましょうか。ここの定番といえばパノマティックルナでしょう。パノマティックルナはこのアシンメトリーなデザインが特徴ですね。外側にムーンフェイズを配置していていいですね。いいですけどね、これもダメですね。めちゃくちゃかっこいいんですけど、こんなデザイン、しかもムーンフェイズまでついちゃって絶対おってなりますやん。いじられますやん。これはいかんですね。はい。じゃあ次はショパール行ってみましょうか。ショパールはどうでしょうね。ブランド的にギリギリアウトな気がしますね。宝飾やってますし、ハッピーダイヤモンドがそれなりに有名ですよね。スイス時計協会の調査だとブライトリングと同じくらいの認知度があるんで、これはダメな気がします。ダメな気がしますが、一応紹介しておくと、候補としてはドレス系では LUC-XP でしょうかね。LUC はショパールが初めて自社開発したムーブメントを搭載して1996年に誕生したシリーズです。この時使われたムーブメントの出来がすごく良かったので人気になって以降定番化しております。 LUC-XP はシリーズの中でもエントリー的な立ち位置ですが、ムーブメントは初代 LUC をルーツに持っているのでおすすめですね。あとはスポーツ系だとアルパインイーグルですね。アルパインイーグルは1980年に誕生したサンモリッツというモデルがルーツになっているラグスポ系の時計です。これも結構キラキラ感があるので、ショパールというネームバリューに加えてなんだかんだ見つかりやすい時計のように思いますね。いい時計なんですけどね。さて次はブランパン見ていきたいんですが、最近スウォッチとコラボして知名度上がっちゃいましたかね。そうは言っても時計に興味ない層には届いてない手で進めちゃいますが、ここはやっぱり50ファゾムスでしょう。モデル名のファゾムは海の深さを表す単位で、50ファゾムスは水深91メートルぐらいということになります。そのくらい深いところでも使える本格派のダイバーズウォッチなんですけど、この時計元祖ダイバーズウォッチと言われております。ロレックスのサブマリーナとどっちが元祖か論争もありますけれども、それはそれということでこれもいいですよね。ダイバーズウォッチの王道的な感じで武骨さもありおすすめなんですけど、多少でかい。これスーツに合わせるのはどうなんですかね。最近だと割とありな気がしますけれども、はい。あとはドレスウォッチだとビルレなんかいいんじゃないでしょうか。ビルレはブランパンが創業したビルレ村が名前の由来になっているっていう、ある意味ブランパンを象徴するモデルではないかと思うわけです。見てください、このお上品な顔立ち。これなんか完璧じゃないですか。王道のデザインで悪目立ちせず、今回のテーマに合っていると思うんですけどね。では最後を飾るのはジャマールクルトですね。これは何といってもレベルソでしょう。レベルソはもともとはポロという馬に乗ってやる競技をする人向けに作られたスポーツウォッチだったんですが、今ではドレスウォッチの代表格みたいになってますね。それで風貌が割れないようにってことでこの時ひっくり返るんですよね。それが一番の特徴ですね。で何を隠そう、私もレベルサーでしてガツ売り使っていたらですね、時計にそこそこ詳しい先輩にバレましてね。しかもその方の持っている時よりも確か高かったんですよね。いやー、あれは気まずかったわ。いやでも普通の人には絶対バレないですから、いけると信じて選んでみますと、やっぱりトリビュートはギラギラ感が多少あるんでクラシックでしょうね。で本当はデュオ行きたいんですが、デュオ持ってると絶対両面使いたくなるじゃないですか。そのうち生きってひっくり返して裏面使った日には絶対見つかりますからね。そうだから生きらない自信がある方はデュオがいいと思いますが、無難に片面だけのにしておきましょうか。一応選定してみたのは以上なんですが、
ギリギリのやつも含めて整理してみますと、ドレスウォッチはマリントルピュール、LUCXP、ビルレウルトラスリム、レベルソクラシックスモールセコンド。スポーツウォッチはロレアート、アルパインイーグル、50ファゾムスオートマティックですかね。結構な価格帯のものを選んでみましたけど、認知度が低いというところでいけちゃうと信じています。いや、これあかんやろって声が多かったら、また考えてみます。じゃあこの辺で、あったかくして寝ろよ。